じめまして。動画を見ていただきありがとうございます。2024年5月から世界一周旅行を計画している夫婦です。これから旅の様子や出発までの準備など頻度は決まっていませんが、のんびり動画投稿をしていきたいと思います。目標は1カ国につき動画1本以上を頑張りたいと思っています。温かい目で見ていただけると嬉しいです。記念すべき第1回目の動画は、僕たち2人の自己紹介と旅のルートについて紹介します。では始めていきます。名前はこうちゃんです。ちえです。年齢は僕が30歳です。私が29歳です。お仕事は共に医療関係で働いていました。旅に行くにあたりお仕事は上司の理解もあり、1年間休職をいただけることになりました。帰国後は改めて復職する予定です。私は退職しました。住んでいる地域は2人とも関西です。趣味や好きなことについて。僕はサッカーや野球などのスポーツ観戦が好きです。お酒を飲むのも好きなので、世界のビールを飲んで回りたいというのと、最近コンデジの GR3 も購入して練習中です。私はヴィッセル神戸が好きで応援しています。去年の優勝も生でヌエスタで見てきました。めちゃくちゃ感動しました。あとは食べることも大好きです。おしゃれなカフェなども好きですし、お酒も好きなので赤ちょうちん系の居酒屋なども大好きです。言語能力は？私は恥ずかしながら英語は中学生レベルです。あと、大学生の時に必修の単位取得で中国語を専攻していたのですが、2言3言程度しか覚えていません。僕の英語は大学生レベルです。英語が通じない国も多いので、Google 翻訳にお世話になろうと思います。この旅行をすることに決めた理由は？見たことのない綺麗な景色を自分の目で見たいというのが一番大きな理由です。絶景と言われるようなところには体力が必要なことが多いので、自分がしっかり元気なうちに行きたいと思いました。5、6年ぐらい前から行きたいなと思ってたんですけれども、コロナウイルスの影響でもう行けると思った時に行動が必要だと思って決心がつきました。私は夢みたいな現実物語、不安もあったんですけど、今この機会を逃したら今後二度とこんなチャンスがないと思ってやってみよう精神で決心しました。あともう一つ、彼とならどんな大きな壁、苦難が立ちはだかろうと乗り越えていくことができると思ったので、一緒に行く決心をしました。旅のテーマは？私は安全にとにかく楽しむことです。あとは日本でもたまに体調を崩すことがあるので、異国の地での体調管理を気をつけたいです。あともう一つ、先ほども少しお話ししたんですが、私たちは2人ともお仕事を失い1年間になるので、休職期間中の裏テーマというものがありまして、1年間のうちにお互い本職以外でも何かしら今後の役に立ちそうなスキルを身につけることができたらいいなという思いで現在も過ごしています。YouTube 開始もこれまでと同じ生活を送っていたらなかなか始めるタイミングがなかったであろうジャンルなので、これからの新しい世界がとっても楽しみです。狭い世界で生きてきたので、同じように世界旅行をしている人たちとお話をさせていただきたいです。あとは、現地の方の家に泊まらせてもらえるカウチサーフィンなども利用する予定です。
他の YouTuber の方の動画を見て、自分たちも情報だったり勇気だったりをたくさんいただいているので、自分たちも動画を通じてお役に立てられれば幸いです。旅行中に挑戦したいことや経験は？現地のスーパーで食材調達をし、無理のない範囲で自炊を楽しみたいです。あとはどうしても言語的な壁がありますが、こうちゃんばっかりに頼りにせず、私からも積極的に現地の人とコミュニケーションを図っていきたいです。僕は料理のスキルがゼロなので、自炊能力を引き上げてもらいたいと思います。旅行に対する家族や友人の反応は？両親や家族には数年前から何回にも分けてジャブを打っていたので、今は落ち着いてこの動画も見てくれてるんじゃないかなと思います。友達には羨ましいなって言ってもらえることも多くて、少しでも面白くなって帰ってきたいと思っています。私は両親は不安そうながらも、世界一周なんて本当に今しかできないこと、気をつけながらも楽しんできてねと応援してくれていました。友人は最初はみんなほんまに行くんとびっくりした様子でしたが、旅行安全のお守りをプレゼントしてくれたり、この YouTube も楽しみにしてくれていました。あとはみんな揃ってとにかく無事に帰ってきてねというメッセージをくれました。ありがとう。YouTube を始めた理由は？一つは旅の記録として残しておきたい。旅を終えてからも繰り返し自分たちで楽しかったなという思い出を振り返ることができるようにという思いで始めました。あとは日本にいる家族や友人に元気でやっていることを身近に感じてもらうことができればいいなという思いもあります。あと先ほどもお伝えをしたんですけども、同様に旅をしている方と現地で交流するきっかけ作りになったらいいなっていうのと、私たち自身も先に旅をされた方の YouTube 動画を見て役に立ったことをすごい勉強させていただいたことがあったので、これから旅に行かれる方に少しでも参考になることを発信できればいいなという思いもあります。以上が簡単な僕たちの自己紹介になります。その他でもし僕たちに関して少しでも何か気になることだったり、共感していただけることがあれば、ぜひぜひコメントでお待ちしてます。待ってます。では、ルート説明を行っていきます。私たちは5月に関西空港を出発して、6から7月にアジアを旅します。その後にトルコを経由して7から9月に北欧、その後ヨーロッパを旅する予定です。そして10月に1ヶ月ほどアフリカに行きます。で、11月から12月にかけて北米を旅します。1月に南米、ボリビアなどを旅して、で、来年の1月中旬あたりに日本に帰国予定です。およそ9ヶ月にわたるプランを計画しています。私たちの特別楽しみにしている国についてですが、まず私から紹介していきます。4カ国、どこだかわかりますか？1カ国目はベトナムです。ベトナムについても調べてるところなんですが、物価が安くて結構リゾート系のホテルなども格安で泊まれたり、美味しいグルメもたくさんなので、とても楽しみにしています。2カ国目はトルコです。トルコもイスタンブールの市街地も楽しみですが、カッパドキアの気球もとても楽しみにしています。3カ国目はギリシャです。青と白の街並み、
サントリー2島がとっても楽しみです。4カ国目はスコットランドです。あまり馴染みのない国と思われるかもしれませんが、私は趣味のところでもお話ししたんですけど、ヴィッセル神戸が大好きで、古橋選手が応援していたのもあって、現在スコットランドで活躍しているので、生で見るのが夢ということもあって、今回旅行に組み込んでもらって行く予定になってます。僕の特別楽しみにしている国を紹介します。1カ国目はアイスランドです。冬の洞窟なども綺麗ですが、今回は夏に訪れる予定で、夏の白亜を体験したいと思っています。レンタカーで自然の雄大さを感じることができればなと思っています。2カ国目はケニアです。日本で見られないような雄大な景色の中でたくさんの動物を見られるサファリがとても楽しみです。3カ国目はナミビアです。旅行が好きな方は知っておられるかもしれませんが、赤土で有名なナミブ砂漠がとても綺麗だということです。4つ目はカナダです。冬に訪れるのでかなり寒いかと思いますが、イエローナイフのオーロラがとても楽しみです。続いてルートの決め方についてです。大きく分けて東回りと西回りがありますが、僕たちはアジアから旅慣れしながら行きたいということもあり、今回は西回りでの旅行を計画しました。まずはそれぞれの行きたい目的地を書き出して、そこのベストシーズンを調べました。優先的にその場所を回れるように計画をしました。ここまで来ると何月にどこを回るべきなのかがある程度目処が立てられるようになりました。そこで登場するのが世界一周旅行券です。本であったり他の YouTuber の方の動画を見たりしながら情報収集していた際に、世界一周旅行券の存在を知ったので、使用を検討し、今回購入に至りました。その中でも私たちがなぜビジネスクラスでの世界一周航空券を購入したかについてですが、ビジネスクラスになんと最高で16回も乗れるという夢のような券だったからです。今まで一度もビジネスクラスに乗ったことがなく、乗ってみたいという憧れが一番の後押しとなりました。もちろん高いんですけれども、通常のビジネスクラスを購入する場合と比較してかなりお得に世界旅行ができるということもあり、今回しか人生で使う機会がないのではと思い切って使用することに決めました。具体的な価格や購入する際の注意点などはまた改めて動画にできればいいなと思っています。日本人が利用しやすい世界一周旅行券は主に2種類かと思います。アライアンスと呼ばれる航空会社のグループがあり、アライアンスごとにそれぞれの世界一周旅行券があります。今回はANAが加入しているスターエアライアンスという世界一周旅行券を軸に、格安航空券や電車、時には船などを利用しながら30カ国以上を旅する予定です。訪れる国の詳細などについては概要欄に記載していますので、ご興味がありましたらぜひそちらをご覧ください。以上、ルート並びに自己紹介でした。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメント、チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いいたします。また次回の動画でお会いしましょう。